こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。IKEA のオンラインで30点購入しました。寝室の模様替えを計画してまして、それに必要なものを多く購入しました。一部の購入品はもう前回の動画で紹介させてもらったんですけども、今回は模様替えで使うインテリア雑貨系を紹介していきたいと思います。IKEA は安くて可愛いとか安くて機能的なものが多くあるので、模様替えが気軽にできるのがいいところだなと思っています。実際の寝室の模様替えの流れに沿って紹介していきますので、 IKEA のおすすめの商品知りたいなって方はもちろん、近々模様替えしたいなって方にもぜひご覧いただきたいと思います。では行ってみましょう。まずは理想のイメージ作りから始めました。私はいつも Pinterest を使っています。ベッドルームインテリアなど検索して探していきます。こんなんがいいなっていうのを保存しています。次は実際の寝室の写真を撮って、そこに追加するアイテムを合成してみます。Ibis Paint という無料のお絵かきアプリを使っています。先ほどの理想のイメージと似たようなものを探すんですけども、部屋に合わせてみて合うかなみたいなのを確認していきます。レイヤーにそれぞれ商品の画像を入れて表示させたり非表示にしたりして確認しています。こちらの間取りのアプリも無料で便利です。家具のサイズ感などを確認します。傘方向も確認できるので便利です。こちらは Ibis Paint で作った今回の模様替えのイメージ図です。まずは床の色がイメージと違ったのでクッションフロアを貼りました。初めてやりましたけど意外とお手頃で簡単ですね。この部屋は6畳ちょっとぐらいと思いますけども、1万円ぐらいで済みました。次はカーテンを設置します。 IKEA のヒリアという商品です。レースカーテンなんですが質感がいいです。こちらは250センチ丈を購入してます。安いです。フックは499円で、アイロンテープは399円、10メートルのものです。洗濯してもシワシワにならない生地がお気に入りです。パネルを設置していきます。こちらは楽天で購入しました。非常にね、IKEA のマンダールと迷ったんですよね。こちらの商品はとっても軽くて取り付けが簡単というのが特徴になっています。両面テープと細いピンで設置できました。賃貸の人にもいいと思います。続きましては IKEA の断熱ブラインドを設置しました。ハニカム構造になっていて断熱効果があるブラインドになっています。こちらはカーテンレール取り付け用のパーツなんですけども、幅がちょうど窓枠に収まるサイズだったので窓枠に設置することにしました。この付属のパーツを窓枠にネジで取り付けて引っ掛けるだけです。とても簡単でした。上げ下げがとってもスムーズで好きな位置で止めることができます。ブラインドを上げると寒ってなるので断熱効果はあるんじゃないかなって思ってます。効果は継続して確認していきたいと思います。光は柔らかく採光します。同じシリーズで遮光タイプも売っています。目隠しにはなりますね。見た目はすごくすっきりしていいですよね。続きまして天井の照明です。ガラスのシェード、コードセット、電球、そのリモコンです。電球はスマート電球のトロードフリーシリーズで調光できるタイプになっています。なので調光できるリモコンを買いました。寝室ですのでリモコンがあると便利ですよね。はい、設置してみました。ランプシェードかわいいですね。こういうフィラメントっぽいかわいい電球でスマート電球ってあるんですけど結構高かったりするんですよね。IKEA のこれは1499円とお手頃です。リモコンもかわいい。次は IKEA の枕です。
IKEA の枕ってすっごいいっぱい種類あるんですよ。もう店舗行ったら何が何やらって感じなので、こればっかりはウェブである程度目星つけてから店舗行くのがいいかなと思いました。私は今回背もたれ的に使いたかったので、安くて高さがあるものを選びました。枕カバーもめちゃくちゃ安いんですけど、ドバーラという種類で2枚で799円です。IKEA の 50×60 の枕にぴったりサイズなので気持ちよく使えます。綿 100% なので普通に洗濯乾燥できます。ちょっと薄手なので枕に色がある場合は透けると思います。チャックとかボタンはなくって折り返し式になってます。特に問題なく使えています。カラーバリエーションも6色あるのでインテリアに合わせて選びやすいですね。800円の枕も結構弾力あります。続きまして枕元用の照明です。 IKEA には可愛い電球がたくさんあるんですよね。今回はあえてシンプルなものを選んでみました。599円のルノムというシリーズのものです。こちらは棚受け用のブラケットっていうんですかね。こちらも IKEA で購入しました。ホワイトも売ってます。こちらの構造上ちょっとネジをかける必要があったので壁にネジを設置しました。後で穴を壁紙で隠せるようにこの字型に壁紙を切り替えております。この木製の棚受けは木材ですので好きに塗装したり加工がしやすいのもいい点ですね。ここに今回は Amazon で購入したコードセット、コンセント式のコードセットをぐるりとつけます。手元にオンオフスイッチがございます。こちらの電球は150ルーメンなので明るすぎなくてちょうど良かったです。この照明の組み合わせをベッドの両サイドに設置しました。ここに映ってるインナークッションやクッションカバーは IKEA で買ったものです。どれもお手頃価格でございます。ベッドカバーも IKEA のものです。ベッドカバーかければ途端にホテルライクになるんですよね。サイドテーブルは IKEA のネスナです。安いですし高さがベッドと合います。というわけでこんな感じに仕上がりました。今回使った商品はすべて概要欄に記載しておきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。グッドボタンを押していただけるととっても嬉しいです。